にゃんにゃにゃんにゃ何々して、何々いたのかな。やっぱ下から見てこようこれなんかさ、国語の授業で習わなかった？後ろから答えを出していくみたいな。違ったっけよじ登っていたのかな。空間を歪めてはちょっとさすがにSF すぎるから、足場ムカデに変形もさすがのルチルもそれは違うだろうって思える。天井裏への結界を設置、いやそれもさすがのルチルも違うかなって思える。もっと現実的な体を、あれ上に行っちゃった。もういっか。体を待って、違う壁伝いに貼って棚板を、いや意味がわからないよね。あ、もしやこれ棚の棚板をよじ登ってしてよじ登ってしてあった足場にしてそう棚の棚板を足場にしてよじ登っていたのかな。いけそうな気がする。いきます。仮説を立てる。冴えてるかも。棚の棚板を足場にしてよじ登っていたのかな。多分そういうことなんだと思う。何度も上り下りしている痕跡が重なって、ムカデみたいに見えたんだ。棚を調べ直そう。よし、調べ直しますね。棚あれ、メガネかける？お主、もしや虫ではないな。いけるかな。ちょっとだけ登ってみるぞ。よっこいしょ。あれ、大きな段ボールで見えなかったけど、天井に扉がある。よし、まずこの大きい段ボールを、のかしちゃおうかな。あった。男はこの棚をよじ登っていった。結構なんか小ぶりな男性なのかな。勢いでここまで来たけど怖いよね。屋根裏って怖いよね。ルチルもね、ちっちゃい時によくお家の天井裏に入って秘密基地みたいなの作ったりとか、自分の隠したいもの隠したりとかしてたよ。
やるぞ。天井裏に入ってみよう。入っちゃった。天井裏。真っ暗で埃っぽい。誰もいないよね。少し目が見慣れてきたかも。よし、怖くない。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 天井裏調査開始するぞ。行きます。ゴミ。あれ、天井裏の人、なんかここに住んでる感じ？なんだろう。まあいいか。なんだろう、ここ。調べる。光が漏れてる。もしかしてミオの部屋の明かり？こんな隙間があるなんて。ここちょうど何の部分なんだろうか。覗き込めるよね、ここね。調べる。だいぶ目が慣れてきた。天井は低いけど、意外と空間があるんだな。なんだろう、この段ボール。めくり上げます。ここで寝てるわけじゃないのかな。何か男につながるもの落ちてたりしないかな。ちょっとこっちの方が無理。ゴキブリか。お水飲みます。戻りました。ちょっとね、ゴキブリ、想像したらちょっと無理だった。今見渡す。弁当とかエナジードリンクとかお酒の缶まである。前に住んでた人がゴミをここに試した感じではないな。さすがにそれはないよ。よく見る。やっぱりこれ最近のやつだ。床は埃だらけだけどゴミは新しい。これ間違いなくここに男が潜んでたんだ。男が潜んだ痕跡を入手。写真集接書がルチル苦手なの。これ何？これカメラかな？なんだろう。暗くてあまりよく見えない。なんかスマホとかで照らせばいいのに。照らせない。照らせよ。メガネもかけようか。メガネをかけるとここに住んでた人が出てくるかもしれないね。キラン。キモ。さすがにこれはキモ。なんか覗いてる感じがキモい。やっぱりここに男がいたんだ。じっとしてる。うずくまってるの？違う。下の様子を伺ってるんだ。覗き込む影。この前さ、伺うにルビ振ってなかったよね。今回親切じゃんね。変なところだけなんか覚えてる。ここにも男の影がある。この影何してるんだろう。袋かな。入れ物に何か詰め込んでるみたい。部屋の隅を調べてみよう。気になるのに何があるのか気になるのに影が邪魔で見えない。メガネかけると見えなくなる。ではメガネを外そうね。もう一回調べてみよう。覗き込む。男がここで何かをしてた痕跡が見えたんだよね。漁ってみる。業者の帽子っぽいやつじゃない？何かある。よいしょ。株式会社伊藤伝説サービス。これって英子さんの部屋にあった取引先の資料にあった会社じゃ。やっぱりつながってた。英子とこの謎が。英子さんの部屋で見たユニフォームを着た男。その男がここにいたってこと？みんなに伝えなきゃ。
天井裏のユニフォームを入手。この天井裏には間違いなく男がいた。ミオにこのことを伝えなきゃ。ジャスミンさん、お疲れ。その様子じゃいろいろあったみたいだね。確実に男が潜んでいた痕跡がありました。2人にもいろいろ確認しようと思ってます。いや、そろそろ頃合いだと思う。来るぞセンター長。ただの電話じゃない。物理的なものが来るの。じゃあなんだろう。どうもお疲れ様です。お疲れ様です、センター長さん。すみません。私まだ、答えにたどり着けなくて。何を謝っているのかわかりませんが、ついに来た。解体を始めますよ。なるほど。都市伝説という言われているものは、実は、都市伝説ではなかったんだよっていう推理をこれからしていくのかな。それが解体？解体って何ですか？説明は後です。あざみさん、皆さんを集めてください。わかりました。このなんだろう、金田一はじめみたいな、みんなを集めてくださいみたいなやつ、コナンくんとかもあるけど。調査が終わったってこと？報告会みたいなものでも始まるのかしら。そうですね。天井裏の調査内容の報告も後でさせてください。早く終わらせてほしいな。センター長さん、みんな集まりました。あざみさん、今から話すことはすべて皆さんに伝わるようにしていただきたい。スピーカーでお願いしますってことかな。わかりました。皆様、改めまして、都市伝説解体センター長のめぐりやあゆむです。案件を完了するまでに必要な項目が残すところ解体のみとなりましたので、謎解きだね。最後のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。解体？ねえ、あざみどういうこと？これから何が始まるの？これ立ち会いは必要なのかしら。そろそろ仕事に戻らないと。ご依頼いただいた案件の最終確認になりますので、どうかお立ち会い願います。ということなので、すみません。よろしくお願いします。では解体を始めましょう。ドキドキします。おー、なんしてる。まずは福来調査員、ここまでの調査お疲れ様です。あれ、いたわりの言葉はかけられる人なんだね。特定からここに至るまで実に多くの情報が集まりました。それらが積み上げられ、ベッドの下の男という存在をここにいる全員で実感することができました。いえ、そんな、ありがとうございます。しかし積み上げられた情報の中には、都市伝説ベッドの下の男に不必要な情報も混ざり込んでいます。それが何か、こんな状態のものを記録させるつもりですか？おこだ。センター長、おこだこれ。センターの資料につまらない意図や作為が書き込まれるようなことがあってはならないのです。今そこにこだわっている場合では。さて、切り替えが早かった。さて、今回の案件には大きな疑問点が4つあります。1つ、ベッドの下の男はどのようにして出現したのか。1つ、ベッドの下の男の目的は何なのか。1
一つベッドの下の男の正体は何なのか。一つベッドこれ何個目？一つベッドの下の男とは一体何なのか。すべてを見極めよう。パーンみたいになんのかな俺。ロジック的なものが解除されるってことを示してるのかな。これはあまり大げさにしない方がいいかもしれません。これは我々にしか見えないものです。不思議な力を持った二人ね。アイオープナー、レンズや千里眼といった見る力を持つ者にしか見ることはできません。真実を見抜く目を開くためこの鍵を開ける。さあベッドの下の男を解体しましょう。はい。さてミオさんが厳重に戸締まりを確認した直後、その部屋に突如現れたベッドの下の男ですが、まるで実体のない幽霊、あるいは異次元に潜む悪魔のような現象を起こしている。そうなんです。ミオに危害を加えるわけでもなく、突然現れては消えて、ではあざみさん、はい。ベッドの下から現れたはずの男ですが、その出現場所に間違いはありませんでしたか？調査の結果、男はどこから出現していたと分かったのでしょうか？屋根裏ですよね。あった。男は天井裏、から出現した。男は天井裏から出現していた痕跡がありました。天井裏にいた痕跡もそこから出入りする痕跡も見つけています。グレート。男はずっとミオさんの部屋の天井裏に潜み、ミオさんを襲うタイミングを見計らっていたのでしょう。かっこいい。では次に、ベッドの下の男といえば、遭遇した人間を無残に殺すという行動が特徴的に書かれています。家主や潜んだベッドを使用していた者を殺すこと、それが目的と言えます。ではあさみさん、ミオさんにつきまとうベッドの下の男の目的とは何だと思いますか？引っ越しさせることかな。引っ越しさせるためにミオを怖がらせる。多分ミオを怖がらせたい、それだけが目的だったんじゃないかと思います。グレート、ありがとうございます。ミオさんを殺せるタイミングがあるにもかかわらずそうしない。覗きが目的ならわざわざミオさんの前に現れる必要はない。そう姿を現しては消え、また現れては消え、男はミオさんを怯えさせるだけの行動であえて留めているように見えますね。いやでもさ、玄関開けて斧持ってるっていうのはさ、もうなんか何かの法に触れているんじゃないですか。もうこれ法に触れているのでは。そうだよね、天井裏にいる時点で法に触れておりますわ。つまりそうすることが男の目的だったと言える。じゃあもしかしたら私の部屋が真っ赤になったのも男が私を怖がらせようとしたってことかもしれない。そうだね。だ
だとしたら私の部屋が赤くなったのはミオが私の部屋にいたからってこと？どちらにせよ男の目的は相手に恐怖を与えること。ミオさんの部屋に残された人形からもその意図は汲み取れますからね。あれは怖がらせるためだけの人形だった。人形の意図、何かのメッセージってわけじゃなかったんですね。あの人形、次に参りましょう。ベッドの下の男とは、その男が通り魔であったり、脱獄してきた殺人鬼であったり、殺意を持って突如室内に現れる、神出鬼没な存在として書かれています。限りなく実体がありそうな怪とでも言いましょうか。しかし痕跡をほとんど残さないために実体を感じさせないのが特徴とも言える。ではあざみさん、本案件の調査で迫っている男はどのような存在であると言えますか？実在する人だね。そうだね、実在する人です。お化けや超常現象で存在するモンスターではなくて普通に生きてる人だったりしますか？そこです。そこが分かっていなくては都市伝説を味わいきれない。都市伝説と何も幽霊や化け物だけが登場するわけではありません。実際に存在する人への噂などが都市伝説になっているものも少なくない。ではあざみさん、ミオさんの部屋に現れたこの実在する男の正体、何だと思いますか？ちょっと待ってください。怪しい人が一人じゃないのでSNS 調査してる時に見たのはあれだ、ウーバーイーツ。これですね。リュックが特徴的な実在する男。でもさ、ね、わかるよね。業者っぽい帽子をかぶった人。あざみが気にしていたのは私の元彼だったね。手帳にもメモしたけど、この人も実在する怪しい人。それって私の取引先の人とも関係あるのかしら？そうそう、これこのユニフォームを着た工事業者の男も防犯カメラに映ってましたね。怪しい人だらけです。まあ近頃物騒だからな。ニュースじゃ事件だのテロだの言ってるし、でも助かりました。これでわかると思います。工事業者の男だと思います。帽子あったし、防犯カメラに映っていた工事業者の男です。天井裏に帽子や上着も残ってました。エクセレント。そうです。天井裏に潜んでいたベッドの下の男の正体は工事業者の学校で監視カメラに映っていた男。そう考えて間違いないでしょう。やっぱり解体されていく。さあ次は最大にして最後の疑問です。工事業者に扮装した男、この男はどのようにして天井裏に存在したと思いますか？異次元から空間を切り裂いてどこにでも現れることができない限りは、あの部屋の天井裏に出現することは不可能に思います。そういえばそうですよね。窓から侵入した痕跡がないし、ユニットバスの天井裏にも移動できる隙間はなかったし、ミオは日頃から戸締まりは意識してるし、
実在していると思いましたけど、男はやっぱり快適な存在なんじゃないでしょうか。今になってここまで来て本当にそう思っていますか？って何？実際に、人から話を聞き、足を運び調査をしたあさみさんの頭の中にはもう十分な情報が揃っているはずです。あなたには見えている。ではあさみさん、工事業者に扮装した男が天井裏に潜むために一体どのような方法でみおさんの部屋に侵入したと思いますか？いや、引っ越す前からはさすがにな。ベランダから部屋に侵入した。これ男には共犯がいた。だから A 子さんじゃないかとルチルはずっと思っていた。まあやってみよう。誰かが男の侵入の手助けをしたんだと思います。ブリリアント、読み切れなかったけど、それしか考えられません。ベッドの下の男が工事業者の男であることは、防犯カメラの映像、天井裏の帽子などのユニフォームから明らかです。そして防犯カメラに表示された時刻12時5分、男がミオさんのアパートにやってきたタイミングと見て間違いないでしょう。解体されたのか？まだあるのか？ミオさん、防犯カメラに男が映っている時刻にご記憶ないですか？ミオが交番に着いた時間って夜中の12時くらい。でもだとしたらあれおかしくないですか？そうですね、部屋に男がいるということで、ミオさんが交番に駆け込んだのが12時。しかしほぼ同時刻にユニフォーム姿の男がアパート入り口の防犯カメラに映っている。それってユニフォーム姿の男がベッドの下の男なのであれば、これは随分とタイミングがおかしなことになっていますね。ではあざみさん、ベッドの下にいたはずの男が実際にはまだ部屋にはおらず、数分後防犯カメラに映り込んだ後、ミオさんの部屋に侵入していた。このことから導かれる、男の共犯者とは、ずっと怪しかった A 子さん。もしかして A 子さんじゃないでしょうか。部屋の中で男を見たというのは嘘だった？なんて書いてあった？今よくぞ成し遂げました。あざみさん真実にたどり着ける逸材です。すべてが解き明かされる。かっこいいかっこいいかっこいい。どうなるの？パッカーン。解体。ベッドの下に男がいるという発言。この発言が男を部屋に潜り込ませるための、魔法の言葉だったのではないでしょうか。そっか。これを初めに確認したのは A 子さんだもんね。ミオが鍵もかけずに部屋から出ることはなかった。ちょっと証拠もなしに何勝手なこと言ってんのよ。実在する男は壁抜けも瞬間移動もできないわけで、そうなると A 子さん何を見たとならざるを得ないわ。
A 子さんは確か、部屋の前で男が出てこないか見張ってたって言ってましたよね。その間、まさに男を潜り込ませてたと。共犯者がいたとなれば、部屋が赤く染まった謎も合点がいくわ。そっか、初めの一言は実体のある共犯者はいなくて、A 子さんが嘘ついて男がいるみたいなこと言って、で警察に行っている間に人を潜り込ませた。そうなんだ、本当に信じられなかったけども、何を一人でブツブツ言ってんのよ。癇癪でだ。あなたこんなうさんくさい連中の言うことを信じるわけ？これはあくまでも推測ですが、 SNS で過去をさらされ追い詰められたミオさんに随分と高価な物件を勧めようとしてますよね。一階の大学生にあなたと同じマンションの家賃をどう稼げと。怖ー。もしやミオさんの経験を生かしてパパ活を再開させる気でしたか？私の千里眼で全て見えていますよ。善意の第三者として近づき、高額な家賃をふっかけ、若い時だからこそ発揮できる価値とやらに稼げる場所を与えるつもりでしたか？ここまでの大掛かりな事件を起こす手間をかけても、十分実りあるほどのマージンが得られるのでしょう。どことつながってんだ、A 子さん。あなたにはコネがあるんでしたね。さすが就活コンサルタントということでしょうか。就活コンサルタントとは表向きで、付き合いのある社長や役員連中を相手に、怖い。ほら、来た。パパ活斡旋というお仕事もされている。A 子さん、これ本当なんですか？はぁ？さっきから何なの？それを私に聞いてくるなんて、あんた脳みそ足りてないんじゃない？すいません、怖いよ。あんたたちの仕事は犯人を見つけて捕まえることよ。原因を探ったところで解決なんてするわけないじゃない。そんなことは土底能にも程があるわよ。使えないわね。なんか出てくる単語がさ、全てさらされて叩かれた時に言われてきた言葉みたいな感じしません？ひどいもん、言い方が。天井裏には確実に男がいたの。つまり私は何もしてない。悪いのはその男なのよ。A 子さん、ねえミオ、あなたは賢い子だから当然こんな話は信じないわよね。私についてくればいくらでも稼げるし、いいところにも住める。これまで通り余計なことは考えず、私についてくればいい。そうすれば幸せになれるわ。お金だって手に入る。もうすべてが、もう喋んない方がいいよ、A 子さん。私みたいないい暮らしだってすぐ簡単にできるんだから。あと、あんたあざみだっけ？覚えておきなさい。あんたみたいな可愛くもないバカがつらい。私に盾つこうなんてどういうこと？時間の無駄だったわ。私は忙しいのに帰るの。帰っちゃった。何か落としましたよ。やってしまっているのではないか。あれ、このカードって。初めての仕事はいかがでしたか、あざみさん。さて、私はこの後やることがあるのでこれで。ちょっ
と待ってください。センター長さん、ミオは切られちゃった。ミオ大丈夫じゃないよね。ごめん、なんか大丈夫、もう大丈夫。でもなんか、そうだ、預かってた人形は私が捨てておくから安心して。でもさ、ミオちゃんさらされてるんだよね。困ったね。田舎にも帰れない。まあでも引っ越しはしなきゃダメだよ。ミオ、人形怖い。ミオちゃんの顔にびっくりした。ミオ、そうね、捨てなきゃ。全部きれいに何もなかったみたいに。なんかあったのかな、ミオちゃん。いや、こんなことになっちゃったし、今から片付けるわ。手伝おうか。あざみはもう帰って。今までありがとう。でも大丈夫。あとは全部私に任せて。何かのフラグが立っている。なんだ。それじゃあ私らそろそろ。ジャスミンさん、まだ何も解決していないです。ミオはまだセンターとしての仕事はここまで。そっから先は警察や裁判所の仕事でしょ。そりゃ気になる気持ちはわかるけど、ミオちゃん自身も大丈夫って言ってるなら、私らには介入する余地がないわな。そうなんでしょうか。でも私、実はまだ事件は終わってないと思ってるんです。この部屋。お、顔出てきた。もうどうなってんのよ。除霊ごっこでも始まると思ってたのに、なんでパパ活斡旋してるのかバレるのよ。どこから情報が漏れた？一体誰が？でもそんなはず。あれ？嘘。ちょっと待ってよ。斡旋グループから弾かれてるんだけど。どういうつもり？私が今まで何人の子を紹介したと思ってるの？ダメ。ほんとムカつくわ。あの人形で十分だったのよ。いや、だから言われた通りにしたんですって。ミオってこの部屋が血に染まったのだってビビったんですから。ちょうどあの子が出かけたんで追い込みでビビらせてやろうと思ったら、ベッドの下から荷物で封鎖されてて、どうするか考えてたところに帰ってこられちゃって、慌てて本棚登ったんで血なんてまく時間ありませんでしたから。じゃああの血は誰がまいたって？なんだ？何？何？で、ハンド。本物じゃないこれ。ベッドの下の男？嘘でしょ？だってそんなはずいるはずないんだから。嘘？本当に？僕はこの女に雇われただけなんです。騙されたようなもんなんです。関係ありません。ちょっと何言ってちょま。助け。英子さんに手を出さないで。あれ？あさみちゃん？この女は許さない。その声。ミオ？全然想
想像もつかなかった。どういうこと？部屋で男に襲われて気を失ったとき、実は倒れた後すぐ意識は戻ったの。全部喋ってた。A子さん、今日の分終わりましたって。A子さんが犯人だってミオはもう知ってたってこと？そうだよ、あざみ。でももうそんなことどうだっていいの。ねえ、それより A子さんなんであのことを知ってるの？何よ。私が、ゾワッとした。私がパパ活してた頃、妊娠したことをどこで知ったの？ちょっと待って、ゾクゾクする。妊娠？何の話よ。あの人形、私の過去を知ってるってメッセージなんでしょ？真っ赤でぐったりした人形、赤ちゃんの意味なんでしょ？絶対に誰にも知られたくなかった。なのになんで知ってるの？ちょっと頭が追いつかないよ。どうしたの？まずは落ち着いて。あざみ、人形のことを教えてくれてありがとう。ベッドの下の男の正体もこの女のことも全部正しかった。不思議な力も湧いてきた。今ならこの力でこの女を殺せる気がする。あざみはすごいよ。言われた通りにしたら言う通りになったよ。やっぱり最初からあざみだけを信じてあざみの言う通りに行動すべきだったんだ。待ってみよ、何を言ってるの？でもね、この女の部屋に私のカルテはなかったの。ねえ、どこにあるか教えて。カルテ？婦人科での婦っていう字あったもんね。過去をなかったことにしなくちゃいけないの。みおちゃん、ちょっと考え込みすぎというか、自分一人で抱え込みすぎな気がするな。そんなの知らないよ。ミオが何を言ってるのかわからないよ。さっきから何を言ってるの？人形はそこらで拾ったものよ。あざみ、こうも言ってたよね。私はどこに行っても興味の目を向けられ続けるって。もうこうなったら何をしようがどうなろうが一緒だって。言ってないよ。私がそんなこと言うわけないでしょ。どうしちゃったのミオ。あれ、あざみじゃなかったのかな。まあもうそれもどうでもいいや。名前も住所も過去も全部 SNS にさらされちゃった。そうなんだよね。実家にも帰れない。自宅にもいられない。どこに行っても私の過去を知ってる目が私を見てくるの。ねえ、私どうしたらいい？そんなの私が知るわけないでしょ。殺してやる。ミオ、冗談よね。賢いあなたならこんなことしても意味がないってわかるはず。だから手に持ってるものを置いて私の言う通りにね。パニックを起こしてるね。ミオちゃん、ミオは悪い人にならないで。あざみ、私はあざみ大丈夫？いいところにジャスミンさん。警察は呼んである。もうそこまで来てるから安心して。ジャスミンさんどうして？センター長から連絡があったの。千里眼であんたが A 子さんの家に向かっていく姿が見えたって。まったく勝手をやらかして。。センター長さん見てたんだ。
包丁でかいな。あ、来た。ピーポーピーポー。私は。いいよ。どうなるのか。また勝手なことをしてくれたな。無茶しすぎ。すみません、ジャスミンさん、ありがとうございました。私が事前に気づいてればミオにあんなことさせずに済んだのに。もう落ち込むなって。無茶したおかげで最悪の事態を回避できたんだからさ。ジャスミンさん、それにしてもセンター長のやつ指示が遅いっつうの。センター長さんってこうなることが分かっていたんでしょうか。さあね。とはいえ知らせが、なければもっと大変なことになってたかもだし、何でも見える力とやらを使って助けてくれたのは事実。ただ優先順位があれだからな。噂すれば。何ですか？もう編集終わったみたいよ。都市伝説書いたセンターチャンネル配信してたの？そうなんだ。配信始まった。はい。お面かぶってる。センターの動画ってこんなタイミングで配信されていたんですか？VTuber か。ルチルと似てることしてるんだ。今回の調査対象はベッドの下の男が実在してしまったんです。こんな感じで調査してきたことが程よくエンタメ風に配信されていくわけよ。変な噂流してるやつらもこれが面白いとなると変な発信しなくなるしね。ミオの噂早くなくなってくれたら嬉しいな。どうせすぐ飽きてまた別の噂に食いつくでしょ。さて、センター長に調査報告しに行くんでしょ。送ってくよ。ありがとうございます、ジャスミンさん。現場に居合わせたセンター職員は無事に調査を終えたのですが、後輩の B 子さんは、引っ越しを余儀なくされ、最初にベッドの下の男を目撃した先輩の A 子さんに至っては一切の連絡が取れなくなり行方不明となってしまいました。どういうこと？あの後捕まったのかな。我々都市伝説解体センターは A 子さんの無事を祈っています。そうか。シャッてされたからね、切られてたからな。お亡くなりにはなってないさそうな綺麗味の音してたから平気な気がするけど。やだ、ちょっとイケメン。今回の案件は実に面白い結末でしたね。ミオがあんなことになったのに面白い結末なんて言わないでください。ミオさんが心配ですか？あの程度であれば彼女は不起訴でしょう。A 子さんはお咎めなしなんでしょうか？なんというか不公平です。不公平ですね。しかしでも斡旋してたから何かしらのね、お咎めなしということにはならないと思いますよ。それより早く見せてくれませんか？あずみさんの持つそのカードを。それよりってまた千里眼で見てたんですね。センター長さんに人の心はないんですか？人の心はいい観察対象です。そこから噂が、そして
都市伝説が生まれますからね。もういいです。カード。ほう、これはどうしたんですか？よく見てください、このカード。まるでミオさんに起こる悲劇を予言していたかのような絵柄じゃないですか。何なんですか、このカード。イルミナティだ。予言のカードと噂されるものです。予言のカード。7年前にもあったんですよ。センター長さん、実は私もそのカード、この世の崩壊を予言するカードもあるそうなので、保有者の末路が気になりますね。すべてを動き始めました。では今日はこの辺で。めっちゃ曲入ってくるタイミングよかった。ゾワゾワゾワ。ちょっといいゲームだな。集中しちゃったよ。私が知るわけないでしょ。バイバイってしてる。バイバイって。いい大きい車乗ってますな。かわいい。泊まり木です。解体センターに例の事件と関係ないかと。巡り屋ですが、まだ尻尾を出しません。はい、では、ジャスミンもなんかこの時はまだ想像もしてなかった。都市伝説解体センター。これで1話なのかな。そうですよね、きっとね。なるほど。そしたらこれは、A子さんが持ってたカードで、また次の都市伝説をクリアしていくと誰かが持ってるカードっていうのが出てくるんだよね、きっとね。第1話、いや、なんとなくこう思うこととかっていうのはあるんだけど、推理しながらね。でも最後のまさかみたいなところまでは全く想像つかなかったから、なんかみおちゃんが心配。大丈夫かな。まあじゃあというわけで、また次2話からですね、続けていこうと思います。1話お疲れ様でした。ではゆうきるちるでした。ありがとうございます。よかったら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ、またね。